モンスターがモンスター食べるの？皆さんごきげんよう、みさとです。今日はモンスターハンターワールドの公開生放送があったので、その動画をちょっと見ていきたいと思います。それではスタート。じゃあ日本人同士でも外国人ともやれるんですね。すごい。日本語喋るんだ今回。それすごいな。日本語喋るのちょっとやだな。やるとしても私モンハン語に設定しそうだな。夢壊れる気がしません？これね、でも見たけど、2回ぐらい見たけど、実際にやってる画面なのかな？なんかプロモーション用の映像なのかな？本当にこれでゲームやれたらすごいよなとは思う。これでやれるってことなのかな？だったらすごいよね。めっちゃ綺麗。近いよね。近いっておかしいけど、私の設定なのかもしれないけど、これまでのモンハンって結構自分が操作してるキャラが遠かったけど、これ見るとすごいカメラが近い。この距離でやれたらめっちゃ楽しそう。そしてモンスター同士が戦うこととかあるのね。でもマップつながってんのいいな。迷いそうだけど楽しそうだな。なんか私みたいな方向音痴プレイヤーはやっぱり1番2番3番ってついてると自分がどこにいるかわかるけど、マップだとわかんなくなるっていうパターンがあるんですよね。どっちがいいのかな、悩むけど、多分楽しいと思うのは番号ついてない方が楽しいんだろうなと思うけど、迷子になりそうですね。デモが見れる系ですね。発売前に実機のプレイ見れるのいいね。でもこういうの見ると買いたくなっちゃいますよねどうしよう、うちプレステ2までしかないんだけどな。日本語喋ってる。どうしよう。悪くはないけど、モンハン感がない。マップつながってるとはいえ番号が振ってあるんですね。じゃあ迷わないね。ほんとだ。クエスト先に受付所いるんだ。危なくない？なんか村にいた方がいいと思うんだけど、危険じゃないかな。途中で出てきてアドバイスくれるんだ。モンスター同士で戦うの？弱肉強食。モンスターがモンスター食べてる。マジでどういうこと？何これ？何この弱肉強食感。モンスターがモンスター食べるの？捕食するの？でどうすんの？食べて追いかけてるけど、ドスジャグラスだそうですよ。しかもこれ受付所いちいち喋ってくれるんだ。出した。これ何を出したの？お母さん的なことね。食べたのを溶かして雑魚にあげるということですね。そんなことも起こるんだ。隠れられるんだ。これまで隣のマップに一生懸命走って逃げるっていう選択肢しかなかったけど、隠れれるのいいな。隠れたい時もあるよね。じゃあ本当に森で狩りやってる感なんだ。すごいな。ちょっと欲しい。どうしよう。私プレステ2までしか持ってないんだけど、買わなきゃダメかな。4なのかな。隠れてると本当に見つかんないんだ。音に反応して自分の行きたいところにも行けるんだ。おびき寄せるとかあるんだ。エリア移動がないからね。マップの移動がないからおびき寄せやすいっていうことね。ってことはこれ4人ぐらいでやってて、1人が見つけたらみんながいるところまで持っていけるってことだね。それいいな。強い人とやったらさ、待ってるだけでなんかラッキーみたいなことができるなって弱小ハンターの私は思う。強い人とやって自分の待機してるところまで持ってきてくれるんだ。受付所めっちゃ説明してくれるな。はじけくるみの説明までしてくれるんだ。なんだそれ。すごい親切対応。私初めてモンハンやった時意味が分かんなくて、ネットでこれは何みたいなのすごい調べながらやったのに、ワールド何この親切設計いいな。確かに初めての人でも始めやすいかも。私が全部ネットで調べたことを受付嬢が全部喋ってくれる。ジャンプしましょうとか。またモンスター同士が争いを始めた。これまで攻撃当たっちゃってなんかモンスター死んじゃうみたいなことはあったけど、こんな戦うとかあるんだ。生態系感すごいな。これあれね、よそのモンスターをおとりにしておきながら自分がこっそり戦えるってことね。ずるい戦法ができる。すごいしかも体力が低くなっています。回復薬を使ってくださいとかいうアドバイスまで受付所してくれるんだ。いいなこれ。私結構体力減ってんの気づかないでもうやりまくって死ぬっていうパターンが多いんだよな。すごいな。でもマップ逃げれば終わるっていうのがないからちょっと大変かも。休憩とかしにくいね。ちょっと疲れたって言って私結構マップ移動してとかやってたけど、それすごいやりにくいってことね。ずっと頑張んなきゃいけないのはちょっとしんどいな。でも逃げるは逃げるんだ。モン
ンスターに発見されてるか発見されてないかまで地図でわかるのね。わかりやすいな。今回すごい親切設計。ほら、モンスターに乗りました、暖をちょっと取るチャンスですとかわざわざ教えてくれるんだ。なんか乗るとかやっても乗れてんのか乗れてないのかがよくわかんなくて、すごい、こんな動くんだ乗ると。なんかこれまでそんなに動いてた記憶ないぞ。乗りながら移動できるんだ。すごい。でうまく暖を取りましたねとかも言ってくれるんだ。じゃあこれやっぱり日本語喋らせとかないと、モンハン語でなんか暖取ったねとか言われてもわかんないから、日本語設定の方が日本人はいいのかな。そこの画面見なくても音だけでこう、うまく乗れたよとか言ってくれたら便利かも。モンスターが怒っています。怒ってるとかもわかるんだ。受付嬢すげえな。よくわかるな。自分でハンター行けばいいのに。追いかけてくるから逃げればついてくるんだ、ずーっと。これやっぱ複数でやってる時いいね。こう強い人が弱い人がいるところにこう持っていけるっていうシステム、経験値稼ぎ簡単にできるシステム、これ素晴らしいな。欲しい防具を取るために頑張りたい時とか便利な気がする。本当だ、見つかるとちゃんと赤くなるんだ。面白そう。そして美しいな、グラフィック。すごい。登るとかできるんだ。登る？なんかこれまでもこうよじ登れたけど、あんなロープでビューっていけるんだ。すごいすごい。何が？なんか強そうなのがいる。はいはいはい。このモンスターとモンスターが戦ってくれるからいいですね。私みたいな弱小ハンターにとってはモンスターとモンスターが勝手に潰し合ってくれるってことでしょ。これこっそりこれを見てて弱った頃に倒せばいいってことね。このタイミングでスタッフ増えるんだ。助けを呼ぶとかもできるの？嘘。救難信号とかあるの？あれ今まであったっけ？ないよね。すごい。途中参加すごいいいな。今まで一人でやってて死にそうだったらもう死にゆくだけだけど、これまで一緒に友達とかとやってたら助けてもらえるのね。いいな。これ生放送だから荒いな。人増えた。ハンター増えた。すごい。上から落とすとかできるんだな。これまで特に崖の上からモンスター落とすとかなかったよね。なかったよね。途中から行けるっていいな。4画面でやられるとどこを見たらいいか分かんなくなる。これどこを見たらいいのかな。一番大きい画面を見たらいいのかな。受付嬢すごいな。ハンマーの説明までしてくれるんだ。確かに初めてモンスターハンターやる人は全部説明してくれるからすごくやりやすいかもしれない。時間変化もあるんだ。これまで夜は夜で朝は朝だったけど時間も変わるんだ。いいな、楽しい。これまで歩きながらお肉食べれなかったもんね。止まってたもんね。そうだからマップ移動してゆっくりなんか薬飲んだりご飯食べたりしてたもんね。そうだよね。マップ移動できないから歩きながらやるしかないもんね。どこにいるかわかるんだ。なんかこれまでなんだっけ、あれカラーボールみたいなやつなんだっけ、ピンクいやつ投げないとさどこにいるかわかんなかったけど、これそんなの投げなくてもいいんだ。結構これ楽ちんになる。楽できるね。いいねいいね。武器も変えれるっていいな。なんか結構私4人とかでやるときにじゃあ私笛やるわとか言っときながら変えるの忘れてなんか剣のまま行っちゃったりとかして笛じゃねえのみたいになる時あったんだけど、これだったら行ってからでもね、間違いに気づいた時点で修正できるのはすごくいいな。キャンプにいきなり移動できるんだ。すごい。キャンプに飛べるのすごい。もうやべえってなったらキャンプに飛べばいいんだもんね。これ全体的にもちろんゲームすごいのもあるけど初心者に対してすごく親切になってる。木とかかき分けられるんだ。このアクション楽しいな。永久にこう木とかかき分けたいわ。そしてシルベムシが全部モンスターのところまで案内してくれるって迷わないね。道に迷いやすい私みたいな方向音痴ハンターにはとてもいいですね。倒したいモンスターまでたどり着かなくてずーっとマップぐるぐるしてる時とかあるじゃん。それがなくなるのとストレスが解消されるな。ワールド私のストレス結構解消してくれる気がする。皆さんはどうですかね。モンハンのイライラを結構軽くしてくれる感がする。なんかこれまでのモンハンよりリアルワールド感というかリアル感増してる気がしますね。楽しい。これうまくダウンを取りましたねとかも言ってくれるんだ。褒めてくれんだ。いいな。モンスターがツタにかかりましたとかあるんだ。モンスターツタに絡まるとかあるんです。じゃあ罠や別にセッティングしなくてもツタが絡まりそうなところに連れてったら勝手にツタが絡まったりするってことですね。弱ってるモーションは一緒なんだ。そして受付嬢が
弱ってますとか言ってくれるんだ。私結構捕獲クエストとか弱ってることに気がつかなくて倒しちゃったりして失敗してるんですよ。だから弱ってるよって言ってくれたら、あ、じゃあ今から捕獲すればいいんだってなるから、これはとてもやりやすくなった気がする。本当にモンスターをこう倒すことだけに集中できるから、すごい親切じゃん。なんだよ、今まで私が一生懸命ネットで探してたのは何だったんだ。モンスターがモンスター倒すの手伝うってどういうことって感じですけど、これがもしリアル世界だったらありえるもんね。ありえますもんね。ライオンのなんか手柄をハイエナが取っていくみたいな、そういうことですよね。あ、で仲間の体力が減ってるのも教えてくれるんだ、受付嬢ね。自分はいいけど仲間死んじゃうとかね、よくあるからね。おじさんたちお疲れ様です。じゃあ基本的にはこれまでのモンスターハンターと変わらず親切設計になったっていう感じですかね。個人的になんかゲームシステムが新しくなって面白いとか、グラフィックが綺麗になって感動したとかもちろんあるんだけど、私的に親切設計、さっきも言ったけど親切なのがすごいいいなと思った。いちいちチュートリアルで言ってくれたりとか、ずっといるのかわかんないけどシルベムシとかがこうモンスターのところまでガイドしてくれたりとか、なんかこれまで自分がモンハンやってる時って、あ、これって何だったっけとか、これモンスターどこにいるのっていう、そのなんだろう、狩りを楽しむ以外のところのストレスがすごいあったんですけど、これ結構その狩りを楽しむところ以外のストレスを解消してくれるから、単純にハンティング楽しめそう。PS もう PS4 とさ、もう私 PS2 で止まってる女だから PS4 と PS4 プロの違いが若干わかんないけど、なんで持ってない？なんか PS4 でやりたいゲームがなくて、あんまりこう家にあんまりいなくなっちゃったから、ポータブル 3DS とか PSP とか持っていけるものがすごいいいなと思っちゃったから、実機はもう持ってないな。最後に買ったそういう家に置いておく、日本語でいう据え置き型のゲームって多分 Wii が最後かな。一番初期の Wii が最後かも。やるために PS4 買ってもいいかもぐらい面白そう。でも PS4 だと同じ場所でやるっていうのができなそう。それはなんかちょっとつまんないかも。なんか DS とかだと4人ぐらいでこう誰かの家に集まってお酒とかご飯とか食べながらこういう喋りながらワイワイやるみたいにやれたけど、 PS4 だとね、テレビ持って移動するわけにもいかないから、別々の家で多分オンラインつないでやったらそういう楽しみ方ができなくなるのはちょっと残念かな。そうか、ノートパソコンでやればできるのかもしれないけど、こういうのでやりたくないですか、ゲームって。十字キーとかじゃなくてパソコンのこういうのでやりたいから、買うとしたら絶対 PS 版だけど、みんなで集まってやれないのはやだな。私やっぱり顔を合わせてやりたいな。なんかまとまってないですけど。でも正直生放送を見る前はもう絶対多分買わないだろうな思ってたんだけど、映像を見たら全然クロスとかダブルクロスとかに比べたら比べ物にならないぐらいいろいろ変わってるから面白いかもしれない。買うかもしれない。ということで、もし私が分かんない情報とかあったらコメントで教えてください。バイバイ。